それでは低高負荷 SRPP 3欠5欠切り替え式 6L6 シングルアンプの制作第5回目の前編スタートしたいと思います。今回はですね、調整ですとか視聴をしていくところをご紹介したいんですけれども、今回前編と申し上げました。なぜ前編かと申しますとですね、今まで私アンプの自分で作ったアンプを皆様にご紹介する際にですね、出音を私が聞いて、それを聞いた感想をですね、私の主観的な感想を皆様にお伝えすることで、なんとかこのアンプの特性とか特色とか音質とかそういうものをお伝えしたいなというふうに思っていたんですけれども、今回はそうではなくてですね、アンプ、そしてスピーカーを介して出てきた音を録音して、その録音した音の波形を、ご覧いただいたり、また皆様にですね、直接その録音した音を聞いていただくことで、今回の、初段、低高負荷 SRPP、そして高段3欠5欠、こういったところのですね、音質の違いを、感じていただくことができないかなという試みをしたくて、前編としました。ただですね、もう最初から申し上げておきます。取った音の違いというのは非常に微々たるもので、ひょっとしたらもう大部分の方に、いや、違いわかんないんだけど、というふうにお叱りを受ける可能性もあるなというふうに思っています。皆様からのですね、反応、直接の反応をいただかなくてもですね、視聴の回数とかそういったものを見ながら、あんまりやっぱ伝わらなかったのかなということであれば、後編としていつも通り私が音を聞きながらその感想をお伝えするスタイルで、このアンプの回路の違いというものをなるべく、分かりやすく説明していきたいとは思ってますがですね、今回ちょっと試み的にですね、実験的に、アンプ、そしてスピーカーを介して出てきた音の出音、それを録音した波形でですね、皆様にどれぐらい、感じていただけるのかなというのをやってみたくて、すいません、ご協力お願いしますというかですね、実験にお付き合いいただいて申し訳ございませんと言った方が適切なのかもしれませんけれども、一度そういう会にさせていただきたいなというふうに思った次第です。ではまずですね、初段低高負荷と SRPP の部分なんですけども、こちらはですね、その出音を録音した波形を、目で見ていただくのが分かりやすいんじゃないかなと思いましたので、そういう形で進めていきたいと思います。このご覧いただいている波形のですね、上が低高負荷、下が SRPP になっておりまして、両方ですね、アンプがほぼ同じですから、再生系も同じ、そしてボリュームも決して触ってはいません。音量も同じ。で、その違いというのは、スイッチを切り替えた、つまり低高負荷の回路と SRPP を切り替えただけの違い。だと私は思っています。で、講談はですね、よりこの違いが分かりやすくなる方を選びまして、それは酸欠の方だったので、講談は酸欠というふうにしています。でですね、これを少し拡大していきますと、こういうところにですね、大きくて粗い波形がいくつかご覧いただけると思うんですけれども、これは、バンドの音楽で、よく出てくる音でですね、ドラムのしかも一番大きな直径を持った太鼓、バスドラとかですね、バスドラム、大太鼓というものの音が録音されたところの波形です。ドンドンという音がするんですけれども、この部分をですね、さらに拡大していきますと、こういう風になるんですけれども、微妙な違いなんですけれども、上が低高負荷、下が SRPP で、この波形のですね、傾き具合、音量の伸び具合ですねに違いが若干あるのが、ご覧いただけるんじゃないかなと思います。SRPP の方がですね、よりこう角度が急峻、少し立ってますよね。そういうことで、音量の違い、
音圧の違い、電圧の違い、そういうのをより、スピーディーに再現しているんじゃないかなということがこの波形から見て取ることができます。またですね、もう少し別の見方をしまして、この、ベースドラム、バスドラムが鳴っているところの波形のですね、音量、音圧の違いを調べてみました。まず抵抗負荷の方なんですけれども、抵抗負荷のですね、このバスドラムが鳴っているところの近傍50ミリ秒ぐらいの、ところを選択しまして、以前ご紹介しましたオーダーシティというソフトウェアを使って RMS ですね、平均的なこの音圧というものを測ってみたところ、マイナス 13.8 デシベルというふうに出てきました。一方、下の方ですね、SRPP で、初段を組んだ時のこの同じ部分、全く同じ部分の RMS っていうのはマイナス 12.4 デシベルということで、電圧の違いにして約 1.4 デシベル、これがですね、電力の違いに直しますと電圧×電流ですから、約3デシベル、数字にして実数にして 1.4 倍の違いになるということなんですね。いうことで、やはり SRPP にすると非常になんて言うんでしょうね、ドーンという大きな音を出すとき、急激に大きな音を出すときの追従性がいいというふうなことが波形から見て取れるんじゃないかなというふうなことが分かりました。以前ですね、私のこの別のシリーズ、作例紹介で、同じ 6L6 を使った、パワードサブウーファーのご紹介をした際の第1回目でですね、回路の出力インピーダンスが高い低いの違いによってどういう違いがあるのかというのをご説明した部分がありました。でですね、出力インピーダンスが高いと、急に大きな電流を流したい場合、例えばそれは打楽器のような時によくあるんですけれども、そういう時にですね、出力インピーダンスが大きいとこの緑色の線のようになかなか本当に出したい音の通りにですね、電流が発生させられないんですね。電流をくださいくださいっていう風になるんですけれども、その、電圧に応じた電流を供給することができなくなってしまいまして、追随性が悪くなってしまうということで、そこがやっぱり出力インピーダンスが低いと追随性が良くなって追従性が良くなって、期待通りの録音された信号通りの音がスピーカーから出てきやすくなるというような特性があるんですよというようなお話を以前させていただいたことがあるんですけれども、まさにですね、測定した時にも、それと同じようにSRPP の特色は出力インピーダンスが非常に低いというところがあるんですけれども、その出力インピーダンスが低い SRPP はやはり、電圧に対する電流の追従性がいいということで、スピーカーからの出音もなんて言うんでしょうね、非常に急峻な角度で波形を作ることができるというようなことが測定結果から分かったかなというふうに思いました。続いてですね、講談の三欠と五欠の違いなんですけれども、これはまず表に私の主観的な評価をまとめました。こちらが五欠、こちらが三欠ですね。非常になんて言うんでしょうね、裏腹というか性格の違う2つのアンプでですね、非常にいい、なんて言うんでしょうね、相補的な関係というか、いいところが全く違う感じでですね、両方それぞれ特色があっていいなというふうに思ったんですけれども、五欠の方はですね、おそらくフィードバックをかけています、ネガティブフィードバックをかけてますので、そのおかげも多分にあるんだと思うんですけれども、サウンド、いいように言うと非常にかっちりしたサウンドですね。しっかりしたサウンド、なんて言うんでしょう、ワイシャツにネクタイにスーツみたいな感じですかね。でも別の言い方をすると少し抑制的かなっていう風な気もします。で、三欠の方はですね、もう伸び伸びしていますと、非常に天真爛漫なサウンドと言っていいと思うんですけれども、悪い言い方をしてしまうとちょっと大雑把なのかなというふうにも感じる方もいらっしゃるかもしれないなと思いました。
でパーツというかですね、部分で見ていきますと、今回もラリー・カールトン先生のですねルーム335での評価なんですけれども、主旋律のギターのところですね、五欠の方は非常に滑らかでつながりがいい、音と音のつながりがいいんですけれども、悪い言い方をすると奥まってると思う方もいるかなというふうに思いました。一方三欠の方は、非常にきらびやかなんですけれども、悪い言い方をするとギラギラしてる、ギラついてる、ちょっとなんていうんでしょうね、耳障りなのかなというふうに思う方もいるかもしれないなと。そしてですね、途中でストリングス、のセクションが入ってくるんですけれども、これもですね、非常にバッキングというか伴奏の役割を果たしている。五欠の方は節度のあるストリングスの演奏だなという感じ、別の言い方をすると地味なのかなと。三欠の方は非常にゴージャスでですね、オーケストレーションが大きく聞こえます、派手に聞こえますけれども、主旋律に比較してちょっと目立ちすぎじゃないですかっていう風に思う人もいるかもしれないなと。そしてベースですね、それからバスドラム、この辺りは五欠の方はですね、非常にタイトで切れ味鋭くリズムがタンタンタンとくるんですけども、クリッキーと書いてますけども、少しちょっと作られた音、クリック音というかですね、コンプレッサーを効かせたというかですね、アタックの音を少し強調させちゃったのかなっていうふうに、感じる人もいらっしゃるかもしれません。一方三欠の方は、なんかルーズで締まりがないだらんとした感じにも思うんですけども、逆に自然で、脚色がなくってですね、ナチュラルな感じだと思われる方もいるような気がしました。こういうふうに主観的な評価は非常に対極的というか双方的というか、特徴が全くキャラクターが違うなというふうな感じで、どちらも面白いいいところもあれば悪いところもある。これはもう本当に聴く方の音楽とかその方の好みとかそういったところで本当に分かれてくるんじゃないかなと思いましたと。でこれをですねスピーカーからの出音を取ってみました。これからですね10秒ずつ五欠三欠五欠三欠という形でですね繰り返し、かけていくという音を取ってますのでお聞きいただくんですけども、改めて申し上げます。もう本当にビビたる違いです。いやもうこれ違いわかんないんだけどという方がたくさんいらっしゃっても全く不思議ではないと私も思います。ですのでですね全体を聞くというよりかはどこか一箇所に集中して聞いていただく方がひょっとしたら分かりやすいのかなと思いました。私なんかはずっとバンドでですねベースギターを弾いてますもんですから、やっぱり低音のところはよく耳がそこに集中しやすいっていうのもありまして、この低音部分の違いっていうのはもうもちろんスピーカーの前に座った時にはすぐに分かりましたし、録音物でも分かるなという気がしました。そんな私でもですね集中して聞きますと、このストリングスのこのなんて言うんでしょうね、節度のある感じともうガガーンと前に出てくるような感じの違いっていうのはひょっとしたら分かりやすいんじゃないかなと思うパートでしたね。というところでですねパートに集中して聞いていただくとひょっとしたら違いがより少しは分かりやすくなるんじゃないかなというのと同時に、やはり皆様がいつも使っているヘッドホン、信頼がおけるヘッドホン、なんて言うんでしょうね、長年、聞き馴染んでいて、そのサウンドの特性はよく分かっているよっていうヘッドホンでぜひ聞いていただきたい。皆様ご推奨のご自慢のというかですねヘッドホンで聞いていただきたいなというふうに思います。ちなみに、私はですねずっともう長年このソニーの、CD900ST、を使っておりまして、これで、聞いておりますけれども、皆さんもぜひご自身の耳なじみのいいですね信頼のを置いているヘッドホンで、聞いていただきたいなというふうに思います。それではですねここから10秒ずつ、繰り返しで五欠三欠五欠三欠という形で音が流れてますので、お聞きいただければなというふうに思います。
いかがだったでしょうか。やはり非常に微妙な差で、それをしかも、録音して、スピーカーからの出る音を録音して、さらになおですね、YouTube にアップして、YouTube のエンコーダーですね、圧縮をかけるというプロセスを経てですね、なお音サウンドの違いっていうのを残していくのは非常に至難の技だなというふうに私も感じていて、多くの皆様にこの違いというのがご理解いただけたかどうかっていうのは今回本当に実験的な試みだなというふうに思ってまして、今後ですね、よくよく私もこれから繰り返し聞いてみたりしてですね、他にお伝えできる方法はないかというふうに考えたり、やっぱりそれが難しいようでしたら、実際に一人称画像で、音を聞きながらこういう感じに聞こえてますよということを、私の説明で主観的な評価で皆様にお伝えするという、以前のスタイルも改めてやってみたいというふうに思ってますので、今回こういう形でやりましたけれども、今後もですねいろいろと試行錯誤していきたいなというふうに思います。はい、少し長くなりました。ご視聴ありがとうございました。